100均で仕上げる。脇がグラグラ。これ使えるな。100均ずれ。ルーのプラモトリセツ。こんにちは、ルーです。今日は新作キットライジングフリーダムガンダムを作っていきます。完成。今回はローソンでもガンプラを販売するようです。ガンプラは簡単にかっこよく作れることを知ってもらいたいですね。そこで前回のエアリアル回収型はランナーのまま塗装してみましたが、普通に作りたい。ゲートと残る。なんで時短するんだ。散々なコメントでした。それなら今回はどこでも手に入る100均グッズをガンガン使ってかっこよく仕上げたいと思います。まず最初に気になったのはプロポーション。短足ですよね。失礼だな。しかも太ももよりすねが短いのでここを延長します。デザインナイフはダイソーさんのアルミデザインナイフを使います。デザインナイフとカッターの違いは、デザインナイフはここキラッと1本光るのは刃が最後でもう一段薄くなってるんですよね。100円とは思えない作り。しかもこれ刃を入れ替えることができるんですね。愛用しているタミヤさんのモデラーズナイフとモデラーズナイフプロの刃も使いました。N 部分がアルミでできているから軽くて使いやすそうです。すねのジョイントをカット。問題ない切れ味です。捨てるランナータグを使い、こちらもダイソーさんの強力瞬間接着剤を使ってタグを2枚分間に貼って足首を戻します。左がビフォー、右がアフターです。確かに伸びたな。なんと100均に筋彫り用の毛書きが売ってました。パッケージも筋彫りの写真で期待大と思ったらいきなり針先がグラグラ。何これ、不良品。これはまっすぐに書けません。瞬着流してパウダーパデに埋めてやるわ。その表現やめろ。がっちり固めてやりました。ガイドテープは普通の紙テープ。1枚、2枚、3枚貼り合わせて厚みを出します。シャーペンでデザインを書き込み、テープをガイドにして毛書きます。剥がしてみましょう。紙やすりで整えるとこんな感じ。普通に掘れるな。でも青のパーツは白い線になる。これはこれで珍しくていいな。前向きだな。毛書きだと断面が V 字、タガネはこの字の違いがあり、毛書きは白化して白い線になるんですね。モデラーマーカー。ライフルの内部メカに赤を塗ってカバーをつけると簡単に色を増やせます。このアンクルガードもいけちゃいますね。塗って合体。さらにくぼんだディティールに白を塗る。はみ出してるぞ。大丈夫。乾いてからヤスリではみ出た部分を削っちゃえばいいんです。そして100均ピンバイス。穴がないところは開ければいいんですね。これ軸曲がってね。そんなのばっかだな。綺麗な丸穴に仕上げるのにコツがあります。位置を決めたら穴を貫通させずに開け、最後反時計回りに回して削りカスをしっかり切り取ってから外します。この開けた穴に先ほどと同じくモデラーズペンを塗り、ヤスリではみ出た塗料を削ります。上の穴がビフォー、下の穴がアフター。ビシッと穴に色を塗ることができました。青いパーツには白を塗ります。それにしてもこのペン少し違和感がある。塗料が流れづらく、塗装膜も厚い。いつも使っているガンダムマーカーと比べてみます。やっぱり流れ方はこうだよね。綺麗に描ける。比べてみるとこんな感じ。発色は同じかな。ガンダムマーカーはアルコールですけど、よく読んだらモデラーズペンは油性だった。単なる油性ペンかよ。
そして調子乗って穴開けていたら左右で穴の場所間違えた。ちゃんと確認しないとな。この場合皆さんはどう修正しますか？パテ埋め？クラブを刺す？いろいろありますが対策は簡単。正しい方にも間違えた穴を開けます。ランナータグを薄く切ってプラ板を作ります。プラ板ってそうやって作るんだ。胸のディティールに接着します。いい感じ。さらにボディの合わせ目が気になるので、ここもランナーを貼ってみましょう。切り取って貼るだけでこんな感じに仕上がります。墨入れを入れます。なんと100均に墨入れ用ペンが売っていました。これは楽しみ。早速筋彫りを入れたパーツに流してみましょう。は？全然流れないぞ。結局全部に書いたら真っ黒。どうすんだよ。よく読んだらこちらは油性アルコール、コピックと一緒。本物を見てみるとタミヤの墨入れはエナメル系なんですよね。トラップだらけだな。パーツを洗浄して塗装に移りましょう。こんなコーションデカールを貼りたいため100均に探しに行きます。はい、こちら。デカールが売っているはずないのでこの細い筆で書き込みます。大丈夫か？塗料はポスターカラーを使います。プラスチックにも色をつけることができます。プルプル震えながら書き込んでみました。どうですか？コーションに読めますか？アラビア文字だな。スポンジを切って黒の水彩絵の具をつけます。カスカスになるほどペーパーで色を落とし、傷がつきそうな角を狙ってスタンプしていきます。細かい汚れをこんな感じで表現できます。次にシルバーカラーの油性ペイントマーカー、爪楊枝につけてグレーの金属部分に線を書き加えます。方向が剥がれ、中の金属が露出している表現です。このシルバー、角度を変えるとギラッと光っていいですね。カラーパステル、18色も入っていて100円なんてお得。今回は黒を使ってみましょう。紙やすりの上で削り粉にします。綿棒で足回りにこすりつけます。グラデーションがつきやすくアクセントになりますね。デコレーションテープ、結構丈夫ですね。スラスターの中に貼っていきます。テープだから手軽に貼れます。さらに UV レジン、爪楊枝で垂らしてブラックライトを当ててレンズを作ります。こちらはゴールド、ピンク、シルバー、油性ペイントマーカーの蛍光、ホイールシールに直接こちらの蛍光塗料を塗ってから剥がして貼りましょう。目は出っ張っているので塗りやすいです。周りの黒は水彩絵の具で塗りました。組み立ててブラックライトで光らせてみます。グリーンに光るんだ。それにしても100均縛りすげえ大変。今頃気づくな。ようやく最後の工程、トップコートです。スプレーも100均に売っていました。左がツヤあり、真ん中がツヤ消し、右がいつも使っているスーパースムースクリアです。これで全体にクリアをスプレーすれば完成。せっかくなので比較します。使うのはまたこのフロントアーマー。真ん中を切って向かって左が100均ツヤ消し、右がスムースクリア。まずは100均から、次はスムースクリア。比べてみましょう。なんだこの100均、めちゃくちゃツヤ出てるじゃん。裏もテカテカ。焼けしって書いてあるよな。またやり直し。今回2回目。スムースクリアはしっとりとツヤが消えています。100均の方はヤスリで削り落とします。銀縛りグダグダだな。それでは全部のパーツが揃いましたので組み立てましょう。筋彫り入れた時、白い線は焦りましたね。ピンバイスの軸ずれていましたが問題ありませんでした。墨入れが流れず、ヤスリではみ出た部分を落としました。コーションを筆で書き込めると思った過去の自分が恥ずかしい。
一番気に入ったのはこのテープディティールです。そして最後の艶消しがテカテカの時は終わったと思いました。100均縛り、最後は700円の艶消しで仕上げました。どうぞ。ご視聴いただき本当にありがとうございました。もし動画がお役に立ちましたら、グッドボタンをクリックして応援していただけると嬉しいです。次回はマイティストライクフリーダムガンダムにお題をつけて挑戦します。それではまた次回お会いしましょう。おしまい。